ぜ。元号寺に現れて人を襲ったと言われる鬼。後にこの鬼は雷の子によって退治されたと日本領域などに伝わっている。日本領域、雷の意を得て生まれた子が怪力を授かった縁。昔、美達天皇の時代、尾張の国相内の郡、片輪の里に一人の農夫がいた。田に水を引こうとしていると、小雨が降ってきたので、木の下で雨宿りをし、鉄の杖を地面に突き立てて、雨が止むのを待っていた。その時、突然雷鳴が轟き、農夫が驚いて鉄の杖を持ち上げると、目の前に雷が落ちてきて、子供の姿になった。農夫がその雷を鉄の杖で突こうとすると、その雷は、殺さないで、きっと恩返しをしますから、という。農夫がどんな恩返しをするというのか、と聞くと、雷は、あなたに子供ができるようにして恩返しをいたします。ですから、私のためにクスノキで水槽を作って、中に水を入れ、竹の葉を浮かべてくれませんか、と言った。農夫は雷の言う通りに船を作って与えた。すると雷は、私から離れていてください、と言って農夫を遠ざけると、瞬く間に雲を作り、霧を起こして天に昇っていった。その後、農夫に子が生まれたが、その子の頭には、蛇が二巻きに巻きついて、蛇の頭と尾が背中に垂れ下がっていった。その子も大きくなり、10歳余りになった頃、朝廷に力自慢の男がいると聞き知って、力比べがしてみたいと思い、都に上がり、御所の近くに住んでいた。王の中には、ずば抜けた力の持ち主がいて、御所の東北の角に住んでいた。さらにその東北の角には、八尺四方、約 2.4 メートル四方の大きな石があった。力自慢の王は、住まいから出るとその石を放り投げ、そのまま住まいに戻って門を閉じ、人の出入りができないようにした。雷の子はこれを見て、有名な力自慢の男はこの人だろうと思い、夜更けに人に見られないように隠れながら、その石を掴んで放り投げると、王よりも一尺、約30センチほど遠くに飛んだ。力自慢の王はその石を見て悔しがり、手もみをし、石を投げ返したが、その距離は前に投げた距離と変わらなかった。雷の子がその石をもう一度投げると、今度はさらに2尺も遠くに飛んだ。王はこれを見て、また投げ返したが、それに勝ることはなかった。王がこの石が投げられたところを見ると、小さな足跡が地面にめり込んでいる。王は自分よりも3尺も遠くに投げたこの小さな足跡を見て、
ここの家の子が石を投げたのか、と考え、その家の雷の子を捕らえようとした。雷の子はすかさず逃げ出した。王が追うと、子供は垣根をくぐって逃げ、王が垣根を越えて追うと、子供はまた垣根をくぐり直し逃げた。王はついに雷の子を捕らえることができなかった。自分よりも力の勝る子供だと思って、それ以上は追わなかった。その後雷の子は元興寺の童子となった。その頃、寺の鐘付き堂では夜ごとに死人が出るという怪事件に見舞われ、童子はこれを見て僧たちに、私がこの死の災いを止めてみせましょう、と申し出た。僧たちはこれを聞き入れた。童子は鐘付き堂の四隅に4つの灯火を置いて蓋をし、4人をそこにつけて、私が鬼を捕らえたら一斉に灯火の蓋を開けてください、と言い、童子は鐘付き堂の戸のところに身を潜めた。そうして夜更けになり、あたりがしんと静まり返った頃、闇の中から鬼がぬーんと姿を現した。しかし、童子をちらりと見ると、また闇の中に姿を消した。そうして明け方近くになると、再び鬼が現れて、今度は鐘付き堂の中に入ってきた。童子はすかさず鬼に飛びかかり、鬼の髪をむんずと掴んで力いっぱい引っ張った。鬼はたまらず外に逃げようとするが、童子が中に引き戻す。灯火のところで待っていた4人は、唖然として恐ろしさのあまり腰を抜かし、灯火の蓋を開けれないでいる。童子は鬼を引きずり、四隅を順番に回って、灯火の蓋を自分で開けた。そうして、夜が明ける頃には、鬼はすっかり髪を引き抜かれて、そのまま転がるようにして逃げていった。あくる日、その鬼の血をたどってみると、以前寺で悪事を働いた罪人を埋めた町の辻に行き着いた。鬼の正体は寺の罪人の霊気だったのである。この鬼の髪は今でも元興寺に収められ、宝となっている。その後も童子は寺の在家修行者となって、そのまま元興寺に住んでいた。寺では田を作って水の引き入れを始めていたが、朝廷の王たちによって邪魔をされ、水をせき止められてしまった。田の水が干上がりそうになったとき、その修行者が、私が田の水を引き入れましょう、と申し出た。僧たちはこれを聞き入れ、10人がかりでやっと担げるほどの隙を作って修行者に持たせた。修行者はその隙を持って杖にしてついて行き、それを水門の入り口に突き立てて、寺の田に水が流れるようにした。王たちはこれを見て、
この隙を引き抜いて投げ捨て、寺の水門を塞いで、寺の田に水が流れないようにした。そこで修行者もまた、100人余りでやっと引っ張れるような大きな石で、王たちの水門を塞いで、寺の田に水が流れるようにした。王たちは、修行者の怪力を恐れて、邪魔をすることは二度となかったという。そのため、寺の田は干ばつに遭うこともなく、よく実ったということである。そこで寺の僧たちは、この修行者に出家を許して、道場法師と名付けた。後世の人が、元号寺の道場法師は怪力だ、と言い伝えているのは、こうした話に基づいている。道場法師が怪力を身につけたのは、前世で善となる業を積み重ねたために、この世で与えられた力であるということを知っておくべきである。これは日本国に伝わる不思議な話である。この物語はいわば、田に落ちてきた雷の子が人として生まれ変わり、悪鬼を退治して豊かな実りをもたらし、立派な僧になるというサクセスストーリーである。雷の多い年は豊作になるという伝説があるが、雷が稲妻と言われるように、古来より雷は稲の妻、良き伴侶として考えられてきた。これは現代では科学的にも証明され、雷の放電で空気中の窒素が水に溶け込むことにより、植物に良い影響を与えるのだという。また、ガゴゼは、鬼を退治した時の道場法師の形相を表しているとも言われるが、これらに描かれた絵は、明らかに雷の申し子に髪を引き抜かれて逃げ出す鬼そのものだと考えられる。命までは取られないものの、髪をすべて引き抜かれ、白衣をかぶり逃げ出す姿は、哀れ極まりないが、道場法師が剃髪させたと解釈すれば、この哀れな鬼も改心し、成仏したのではないだろう。